大変だぜレイム。2025年についに25年ルールが完全解禁。初代ランエボの CD9A がアメリカに大量流出してるんだ。ランエボってアメリカでそんなに人気なの？人気どころじゃないぜ。状態のいい個体は中古市場で500万円超え、WRC の伝説そのものだからな。500万、それってもう新車のスポーツカー買えるじゃん。発売当時はいくらだったの？1992年の新車価格は298万円、30年で約2倍に化けた化け物だぜ。今日はそんな伝説の三菱ランサーエボリューション1型から3型の物語を語るぜ。ワクワクするね、お願いします。今日のテーマはズバリ、WRC を震わせた 4G63 ターボの黎明期、伝説のスタートだ。それでは三菱ランサーエボリューションの魅力をご紹介します。それではゆっくりしていってね。結論を先に言うとな、ランエボ1から3が伝説と呼ばれる理由は3つあるんだ。3つ、それは気になるね。1つ目が、4G63 ターボの誕生と250馬力。2つ目が、インプレッサとの宿命のライバル関係。3つ目が、篠塚健次郎が刻んだ WRC 初挑戦の壮絶ドラマ、だ。ふむふむ、最後まで聞き逃せないやつだね。ちなみにアニメ、グランツーリスモではエボシリーズが定番人気車、ワイルドスピードにもエボ9が登場している。海外でもガチで愛されてる車だぜ。アニメにもゲームにも、ますます気になる。まずは CD9A、つまり初代エボ1のスペックから紹介しよう。お願いします。全長×全幅×全高は 4310×1695×1395 ミリ。今の SUV より全然コンパクトだぜ。意外と小さい、軽自動車より少し大きいくらい。いやいや、それは言い過ぎだレイム。ベース車は4代目ランサーだから、いわゆる小型セダンサイズだよ。なるほど、普通のセダンサイズね。エンジンは 4G63 型直列4気筒 1997cc ターボ。当時自主規制ギリギリの250馬力6000回転を発生した。250馬力、セダンでそんな出るの？最大トルクは 31.5 キロ3000回転。これは当時の国産車最強クラスだ。3000回転でもう31キロも出るの？しかも車重はわずか1170キロ。今の SUV が1800キロを余裕で超える時代、これはほぼ反則レベルだぜ。パワーウェイトレシオが化け物じゃん。駆動方式はフルタイム 4WD、5速マニュアル、ビスカス LSD も標準装備。タイヤは205、60R15 と現代から見ると細いが、当時はこれで十分だった。数字を聞いただけでも速そう。次はランエボの心臓 4G63 について深掘りするぜ。それじゃあ第一の理由、4G63 ターボの誕生から行くぜ。4G63 って、ランエボ専用エンジンなの？いい質問だねレイム。実はもともとギャラン VR4 に搭載されていたんだ。ジムカーナでもラリーでも実績があった信頼の名機だぜ。ギャラン VR4 って聞いたことあるよ。三菱はそのエンジンを軽量なランサーボディに搭載することを思いついた。これが全ての始まりだ。それってもう走るために生まれた車じゃん。そうなんだ。さらに四輪駆動とビスカス LSD 専用ブレーキを組み合わせて土の上で世界と戦う性能を仕込んだ。1992年にこれを作れたって、三菱本気だったんだね。ホモロゲーションのために必要な台数だけ作ればいいものを三菱は2500台を一気にこなして即完売した。即完売、それってもう発売前から伝説確定じゃん。ちなみに 4G63 って読みは、4G63。工場現場ではみんなそう呼んでた愛称付きの名機なんだぜ。4G63、覚えやすいね。次はレイムの好きそうな歴史の話だ。ランエボがどうやって生まれたのか聞いてくれよ。それじゃあ第2の理由、ランサーエボリューションの誕生秘話だ。お願いします。1980年代の三菱はパジェロでパリ、ダカール、ギャラン VR4 で WRC を戦っていたんだ。パジェロってあの大きい SUV のこと？そうだ。三菱は四輪駆動のノウハウをラリーで磨いてきた会社なんだぜ。パジェロは4年連続パリ高総合優勝の伝説機、これがランエボの礎になる。へえ、意外なつながりがあるんだね。ところが1990年代に入ると、WRC のレギュレーションが変わって、より小さく軽い車が有利になった。それでギャラン VR4 じゃでかすぎたってこと？その通り。そこで三菱はランサーをベースにした新型ラリーマシンを開発する決断をしたんだ。ベースはランサー GSR、4代目ランサーの最強グレードだ。それがランエボの誕生か、運命だね。開発リーダーは伊勢次郎、4G63 を乗せるためにエンジンルームを再設計するほどの本気っぷり。そこまで気合い入れてたんだ。1992年10月に発売された CD9A、これがエボリューション1だ。当時の価格は298万円だったぜ。290万でこのスペック、今なら絶対無理だね。そうなんだ。当時はバブル崩壊直後だけど、こういう尖った車が出せた最後の時代だったんだ。なんかロマンを感じるね。1994年1月にはエボリューション2が登場。ホイールベース延長とサス改良で270馬力に進化。1年ちょっとで進化版、早すぎる。
そして1995年2月にエボリューション3、大型リアウィングと大型インタークーラーで完全別物の姿に。デザインも年々過激になってる。次の章では走りとモータースポーツの話だ。WRC 初挑戦の壮絶ドラマを語るぜ。それじゃあ第3の理由、モタスポ伝説に行こう。いよいよだね。WRC の話楽しみ。ランエボの初陣は1993年の WRC スウェーデンラリー。ドライバーは篠塚健次郎だ。篠塚健次郎、それって日本人ラリードライバーの伝説の人だよね。その通り、パリ高でも勝った人だ。ケネス・エリクソンっていうスウェーデン人エースもチームにいたぜ。日本人スウェーデン人の最強コンビ。1993年シーズンは6戦目のサンレモラリーでケネスが2位入賞。デビューイヤーで表彰台は大快挙だ。いきなり2位、それはすごいね。1994年のエボ2ではエンジンとサスを進化。出力は270馬力に上がり、ホイールベースも見直された。ちゃんと走りに合わせて進化してるんだ。その年のラリーオーストラリアでケネスがランエボ初優勝。これで WRC の歴史にエボの名前が刻まれたぜ。わあ、ついに勝利。そして1995年のエボ3ではさらにエアロが進化。大型リアウィングと大型インタークーラーで270馬力を確実に発揮するようになる。でっかい羽のついたランサー、写真で見たことあるかも。同年のスウェーデンラリーでケネスが優勝。これがエボ3の初優勝だ。1から3で計4勝という凄まじい伸び方だぜ。3年で4勝も勝てるって、もう才能発揮しまくりだね。そして1996年からは富、マキネン時代が始まる。だがその話は次回エボ46編で詳しく語るぜ。気になる引きだね。次の章ではアニメネタとライバル社の話、レイムが好きな部分だぞ。ランエボといえばゲームファンには馴染み深い名前なんだ。ゲームってグランツーリスモのこと。そうだぜ、グランツーリスモシリーズには初代からエボが出ていて、必ず1台は欲しくなる人気車種だ。GT ファンは必ず通る道ってわけだ。海外ではワイルドスピード、東京、ドリフトの後の作品にもエボ9が登場。ショーン、ボズウェルの愛車だな。ワイスピにも出てたんだ。イニシャル D の方ではエボシリーズが須藤京一の愛車として登場。匠の86と壮絶バトルを繰り広げたシーンは伝説だ。須藤京一、プロジェクト D の公的種だね。今回紹介する1から3はアニメ出演こそ少ないが、4G63 という名機の原点として知名度は抜群だぜ。名脇役ってやつだね。次はランエボのライバルの話だ。ライバルといえばスバルのインプレッサ。大正解、1992年11月、ランエボデビューのわずか1ヶ月後にスバル、インプレッサ WRX、GC8 が登場した。完全に同期じゃん。そうなんだ。WRC で2大日本勢として何度もぶつかり合うことになる宿命のライバル関係が始まったんだぜ。コリン、マクレイがインプ、篠塚ケネスがエボ、これが原点。コリン、マクレイ、それも伝説のドライバーだ。インプレッサは水平対向 EJ20、エボは直4の 4G63、エンジンレイアウトも違う対照的なライバルだ。同じ年に出てきた2台の4クターボ、これはもう運命だね。ランエボとインプの2大日本勢は、ここから20年以上も WRC で死闘を繰り広げることになる。次はランエボの投資価値の話に行くぜ。へえ、そんなに長いライバル関係なんだ。そろそろ投資視点の話だ。ランエボって投資対象になるの？なるどころか、CDQA、エボ1は2020年に150万円台で買えたものが、2025年には500万円超えだぜ。3倍以上、それはやばいね。理由は25年ルールだ。アメリカでは製造から25年経つと旧車輸入規制が緩む。2017年にエボ1が解禁、現在も米国輸出が止まらない。日本にあった個体がどんどんアメリカに行っちゃってるんだ。残った個体も状態がいいものは1000万円近い値段がつくこともあるぜ。エボ3の GSR、特に純正状態のものは超レアだ。もう買えない車になっちゃう前に、見られるうちに見ておきたいね。そうなんだ。新車298万が30年で500、1000万。これが JDM 伝説の現実だぜ。本物のお宝になっちゃったね。次は豆知識コーナーだ。ワクワク。豆知識その1エボ1と2と3の違い、実は外から見ると意外とわかりにくいんだ。そうなの。1型はノーマル基調のバンパー、2型はフロントリップが追加、3型は大型リアウィングと別物のエアロで一目瞭然になる。順番にエスカレートしていくんだね。豆知識その 24G63 ターボの自主規制ギリギリ280馬力が解禁されたのはエボ4から。1から3はあくまで250、270馬力で、4以降が真のモンスターになるぜ。なるほど、私たちが紹介してるのは、新家電や、なんだ。豆知識その3ランエボの正式名称は、ランサーエボリューション。エボリューションを略してエボ、ランサーと合わせてランエボだ。全部分割するとちゃんとした名前なんだね。豆知識その 4CDQA の CD は、コンパクトデラックスの略 QA は、旧世代 A 型のような車内コードだ。
型番にもストーリーがあるんだね。とやれる知識をしっかり仕込んで、次は評判の話に行くぜ。それじゃランエボ1から3の評判だ。いいところと悪いところ、両方教えて。いい点は3つ。1つ目、街乗り可能な4クターボ。2つ目、ホモロゲ需要も満たすラリー直径のバランス。3つ目、絶対的な希少性と歴史的価値、だ。日常でも特別感あるってのは魅力だね。悪い点も3つ。1つ目、内装は質素で軽自動車並み。2つ目、1から3は現代基準だと安全装備が薄い。3つ目、程度のいい個体がもうほぼ存在しない、だ。安全装備薄いのは時代だからしょうがないね。そうなんだ。だからこそ希少性が増す。今買って大切に乗るのが最高の投資だぜ。30年経って評価が上がる車って素敵だね。ここまでご視聴ありがとうございます。これからも昔懐かしい車を紹介していきます。チャンネル登録もよろしく。またな。バイバイ、またね。